はい、どうもこんにちは、もかあげです。ということで、今日もね、前回から引き続いて旅のフィードバック会ということで、前回ね、旅に持って行っておすすめのアイテムっていうのを紹介して、その中で実物をね、持ってくるのを忘れた商品として、この石鹸入れっていうのがあったんですけれども、それがね、これなんですね。これマタドールっていうところから発売されているもので、これシャワー終わった後とかに濡れた石鹸をね、そのまま入れて、これをくるくるくるっと巻いて、閉じておけば、濡れたままの石鹸っていうのが翌日にはねもう乾いているっていうね結構不思議な商品で、これもね旅行アイテムの定番になるようなものだと思うんですけど、やっぱりね旅行中はね固形石鹸を使う機会っていうのが多いんで、このアイテムもかなりおすすめでした。はい。ということでね、今日もそれに関連したもので、前回はね日常系のアイテムを紹介したんですけれども、今日からはね撮影編集機材等も紹介していこうと思っていて、今このテーブルにねずらっといろんなガジェットっていうのがあって、この辺ね全部旅に持っていったものなんですけれども、でこういったガジェットの中で実際に僕がよく使ったものとそうでないものね、結局持っていったんだけど使わなくて途中日本に送り返したものっていうのもあるんで、その辺を今日は紹介していこうと思っていて、ただ今日はあくまでカメラ以外の、編集機材であったり音回りであったりね撮影の補助機材の中で旅行に持参してバリバリ使っていたものとそうでないものっていうのを紹介していこうと思います。でまず紹介するのは映像編集に動画を作るための編集用の機材っていうのを紹介していこうと思っていて、まず基本的にね動画を編集するっていうことになれば、ラップトップであったり、あとタブレットやね、人によってはスマートフォンなんかでも動画作られている方がいらっしゃると思うんですけど、僕はもうラップトップ PC を使って日々編集しているということで、この度に持参したのは MacBook Pro ですね。今ここに置いてある、これを母艦にして映像編集をしていたんですけれども、それに接続する、補助的なアイテムということで、実際によく使ったのはこの3つプラス1っていうことで、実はね今日ねちょっと持ってくるの忘れたんですけれども、これにプラスしてね有線のイヤホンですね。僕はね手話の SE215 っていうモデルを使っていて、この映像編集する場合っていうのはこのイヤホンっていうのがかなり重要になっていて、前提としてねやっぱ有線イヤホンっていうのが必要になるんですね。ワイヤレスイヤホンでもねもちろん映像編集っていうのはできるんですけれども、どうしてもやっぱ Bluetooth での接続っていう風になると、音の遅延っていうのが出てくるんで、やっぱり有線イヤホンっていうのが必要になると。あとイヤホンの種類においても、有線イヤホンってね安いものはね、1000円以下のものであったり、それこそ100均とかでもね売っているんですけれども、やっぱりモニタリング用のイヤホンっていうのがおすすめなんですね。っていうのはやっぱりイヤホンとかヘッドホンって基本的にやっぱり音楽を聴くものっていうこともあって、イヤホンが独自にね音の傾向みたいなのを調整しているわけなんですね。例えば低音がよく響くイヤホンであったりだとか、高音がよく広がるイヤホンみたいな感じで、言ったらチューニングされているものっていうのがほとんどなわけなんですけれども、手話の SE215 っていうのはモニタリング用のイヤホンっていうことで、そういった音の色付けみたいなのっていうのが最小限に抑えられているんですね。なのでリアルな音っていうのを聞くことができる。やっぱり編集素材を扱うっていう風になれば、そういったモニタリング用のイヤホンっていうのがあった方がいいかなと。ただこういったモニタリング用のイヤホンってやっぱどうしてもね、結構値段がすると言いましょうか。SE215 っていうのもモニタリング用のイヤホンとしてはエントリー向けのモデルなんですけれども、それでも1万円以上ね、するっていうこともあって、この辺ね、なかなかイヤホンに1万円以上支払うっていうのは難しい場合があるかとは思うんですけれども、選ぶ基準としてはなるべく色付けがされていない有線のイヤホンっていうのがおすすめかなと思います。で、あとこの3つのガジェットですね。で、僕はこれらを使って旅の最中にも映像編集っていうのをしていたわけなんですけれども、これはね3つともねバリバリ使っていたものというふうな形になります。でものをね紹介していくと、まずこれ右手用のマウスですね。これエレコムから出ているデフトプロっていうモデルで、これなんかね、映像編集をされている方にとっては定番のボールタイプのマウスなんですけれども、こうやってねボールをねグリグリすることでポインターっていうのを動かせるっていうこともあって、例えばカラーグレーディングとかのね微妙な調整なんかにも使えますし、であとねこれボタンっていうのがね結構たくさんいろいろあるんですよ。でこの辺なんかにこのキーボードのショートカットっていうのをアサインすることができるということで、これ日常でも使っていたし旅にも持っていったものということとなります。これを常に右手に置いているっていう風な形だったんですね。じゃあ左手っていうのはどうしていたのかっていうと、
この XD ペンっていうこれをねこういう風な形で使っていたんですね。ただしこれっていうのはあくまで補助的なもので基本的にこのラップトップ1台あればできるわけなんです。ラップトップにもねタッチパッドってねマウスっていうのが大抵ついていますし、キーボードのねショートカットキーを使えばねできるんですけれども、ただ基本的に映像編集っていうのは何でしょう荒編集と仕上げ、オフラインとオンラインとかっていうのも言ったりするんですけれども、仕上げの時にはやっぱりこのキーボードっていうのは必要でっていうのもねテキストとか打つ時やっぱキーボードが絶対に必要になるんでこれらではね打てないんですけれども、ただ実際にこの映像編集をしていて一番時間がかかるのってこのオフライン作業といいましょうかね、荒編集ですね。撮ったいくつもの映像っていうのを一つのタイムラインに仕上げる作業、いらないものを切っているものっていうのをいろいろと調整していく作業、その時にですねやっぱりこういった編集用の機材っていうのが必要になるんですね。でこれが右手、こっちが左手で、あとこれなんですよ。これがやっぱり一番重要で、これを持っていくか持っていかないかっていうので旅の映像編集の快適さっていうのがねガラッと変わってくる、そういったアイテムなんですね。これどういうものかっていうとメガネなんですよね。これもう最近はかなりね認知度っていうのも高まってきたんですけれども、このサングラス型のディスプレイなんですよね。ここでこういう風な形でケーブルっていうのを MacBook Pro なんかにつなぐと、ここのサングラスのところに映像っていうのを出すことができるんですね。事実上これを外部ディスプレイ化することができるということなんですよ。この3点を使うことによってね旅の最中の映像編集っていうのはかなり楽になるんですね。っていうのは僕の場合バックパック旅行っていうこともあって半年間っていうね、かなり長い期間旅行していて、いわゆる安宿に泊まるわけなんですよ。でそうするとですね、ビジネスホテルなんかでは部屋の中に机と椅子があるのって当たり前だと思うんですけど、安宿にはねそもそも机と椅子っていうのがないケースっていうのが結構多いんですよ。なんだったら部屋にベッドが1台置いてあるだけみたいなね。であとその他にも例えばアゴダであったりトリップドットコムみたいなそういったホテルの予約サイトで一応机と椅子あるなと思って部屋予約しても実際行ってみたらね机と椅子がなかったりだとか、あってももう高さっていうのがめちゃくちゃで、もう荷物を置くだけのね用途でしか使えないような、そういった宿っていうのも多くて、仮にねやっぱりこういったものがなくてラップトップ1台で編集するっていう風になるとね机と椅子がちゃんとあればね全然問題なくできると思うんですけれども、ベッドしかないような安宿でラップトップ1台で編集するのって膝の上にラップトップを置いてで腰を曲げながらディスプレイっていうのを見ながら編集するわけなんですけれども、これはね長続きしないんですよね。どうしても編集って最低でも1時間ぐらい、長いと3時間ぐらい時間取られたりするんですけれども、その間ねずっとねベッドの端に腰掛けてこうやって鏡見ながらやるっていうのはね肩、首、腰もう全部やられてしまうんですよね。こういったスタイルではやっぱりね長い間日常的に映像編集するっていうのはね個人的にはちょっと無理だなというふうに思ったんですよ。ただし、この3点があればこのラップトップっていうのはねそもそも開ける必要っていうのもないんですよね。でそうすると、仮にベッドだけしかないような安宿に泊まったとしても、なんだったらベッドに寝転がりながら編集することもできるわけなんです。その姿勢っていうのをね問わないんですよ。で実際にこれで編集するとどういうふうな形になるのかっていうと、こういうふうな形で編集していくわけなんですね。でそうすると仮想のディスプレイっていうのがここの辺にバーッと浮かんでるっていう風な形なんで、もうどこを見てもね画面っていうのが目の前にあるんですよ。なので壁なんかに背中を預けながら編集することもできるし、ベッドにね座って編集する際なんかも姿勢を正した状態であったり、途中ねいろいろな姿勢を変えながらもね作業することができるということもあって、これがねやっぱりねかなり重要なんですよ。右手のマウスと左手デバイスで、この左手デバイスに関しては、結構ねいろいろなものが出ていると思うんですけれども、僕が試した中ではこの XD ペンっていうモデルがやっぱ一番小さいんですよね。でここにねいろんなボタンっていうのがあって、右手のマウスと合わせてね、オフライン作業ね荒編集においてはキーボードを触る必要がないっていうことで、ラップトップの画面を閉じた状態でも編集することができるということで、この3つですね、右手のマウスと左手デバイスと拡張用のサングラス型のディスプレイ、これがね編集革命と言いましょうか。っていうのはやっぱり旅行しながらね映像をね作ってみてねつくづく思うのは、撮ることってねみんなねよくすると思うんですけれども、実際その撮ったものを
いつ編集するのかっていう風になると、旅行が終わって日本に帰ってきたとしても、なかなかやらないケースっていうのがねほとんどだと思うんですよね。写真なんかでもそうですけれども、たくさん旅行中写真を撮るんだけれども、その写真を整理したりだとかレタッチするのって日本に帰ってからねなかなかやらないですよね。やっぱでも日本に帰ってきたらやっぱりやるべきことっていうのは他にたくさんあるから、なかなかそういう時間っていうのも取れないですし、であとは映像の場合って写真以上に旬が短いと言いましょうか、撮ったはいいんだけれども日本に帰ってね見返してもねあんまりねピンとこないんですよね。なんですけれども、その辺旅行中であればね、今日昨日撮ったものを編集するっていう風になれば、その撮った時の雰囲気であったりだとか前後関係とかっていうのをよく覚えているんで、やっぱり編集っていうのがはかどるんですよ。撮影した後なるべく時間を置かない形で編集するっていうのがね、これが結構重要になると思っていて、部屋に机や椅子がないようなそういった安宿でも映像編集っていうのはちゃんとしようと思うと、こういった編集用の機材っていうのがあるかないかではねモチベーションの部分でかなり変わってくるんで、これがあるとね、かなり楽に編集ができるということで、旅行中に映像編集をしようと思われる方にはぜひ使っていただきたいガジェットかなというふうに思います。でちなみにこのサングラス型のディスプレイっていうのはねいろんな会社から出ていて、僕が使っているのは XReal1 っていうモデルで、これもすでにねこの XReal からはね後継モデルっていうのがいくつか出ていて、もうこの1のモデルっていうのはそろそろディスコンになるかなっていう風なタイミングだと思うんですけれども、ただ別に最新機種にこだわらなくてもこのサングラス型のディスプレイっていうところがねやっぱり重要なんで、特にやっぱりこのねサングラス型のディスプレイね、これ日常だけではなくて旅行用の編集用の機材としてもかなりお勧めできるかなというふうに思います。ということでこの編集用の機材に関してはおすすめのみというふうな形なんですけれども、ここからね実際にこの旅に持っていきながらあまり使わなかったものっていうのもね含めてご紹介していこうかなと思っていて、まずね使わなかったもの筆頭、それがねこれなんですよ。三脚ですね。三脚、一応ビデオ用の雲台がついた小型の三脚なんですね。でこの三脚っていうのは僕はこの旅に持って行ったんですけれども、結局ねほとんど使いませんでした。多分ね1回か2回ぐらいしか使わなかったっていう風な形で、これね三脚自体はね三脚としてはかなり軽いモデルで、雲台も含めてね1キロぐらいなんですけれども、ただ1キロといってもやっぱりねこれをずっとね移動中に持ち続けるのっていうのはストレスになって、あまりにも使わないから、これねバンコクからね日本に送り返したんですよ。それぐらい使わなかったです。ただしだからといってね三脚がね不要かといえば決してそういうわけではなくて、僕はねこれまでの旅行ではこの三脚って必ず持って行ってたんですよ。で持って行ってたしよく使っていたんですね。ただし今回の旅でこの三脚を使わなかった理由っていうのは僕がね持っていったカメラなんですけれども、僕がメインで使っていたカメラはパナソニックのルミックス GH7 っていうカメラで、これはねミラーレスカメラの中でも多分トップクラスにね手ブレ補正が効くモデルなんですよね。なので三脚をね使わなくてもねいわゆるフィックスに近いようなショットっていうのをね撮れてしまうんですよ。でしかもこの GH7 っていうのはノンクロップねクロップなしで 4K120p っていうスローモーションも撮れるっていうこともあって、この辺手ブレ補正プラススローモーションっていうのを加えると、さらにね映像っていうのが安定すると言いましょうかね。ほぼほぼフィックス三脚に載せてるような映像っていうのが手持ちでもね撮れてしまうんですよね。そういうこともあってねこの三脚の出番っていうのがなくて、これはね旅に持って行っておきながら実際はほとんど使わずに送り返したというふうな形になるんですね。ただしこういったミニ三脚ですね、こういうのは持って行ってたんでカメラをね固定することっていうのはできたんですよ。なのでVlog 的なね旅行映像を撮る限りにおいてはねそこまでこの三脚の必要性っていうのはね、もう最近のカメラって手ブレ補正っていうのはかなり強いんで必要ないかなと。ただしやっぱりね三脚があるかないかっていうのは、かなり映像の質にはね大きく変わってきていて、本格的なねドキュメンタリー調の映像を作ろうっていう風になるとやっぱり三脚っていうのはね、必要にはなると思うんですけれども、YouTube に上げるような記録的なVlog 映像なんかでは、三脚に頼らなくてもかなり安定した映像は撮れるかなという風に思います。なのでこういったねミニ三脚なんかをね使えばね、テーブルだったり高さがあるところではね三脚があるのと同じようなね映像っていうのも撮れるんで、こういうふうな大体のねガジェットっていうのを使うことによって重くて大きな三脚っていうのはもう使わなくていいかなというふうに思いました。
であとねこの旅に V マウントバッテリーっていうのを持って行ってたわけなんですよ。でこれの実際持っていったスモールリグのね V マウントバッテリーなんですけれども、この辺やっぱバックパック旅行っていうこともあって行く場所によっては電気がないところもあるかなというふうに思って、こういったね大容量のバッテリーっていうのを持って行ってて、これがあればね最悪MacBook の充電っていうのもできますし、でその他ねカメラの充電とかっていうのもできるっていうこともあって、そういった僻地辺境に行って、仮に電気がなかったところでも、映像がねちゃんと作れるようにっていうことで、そこそこ重くて大きなねV マウントバッテリーっていうのを持って行ってたんですけれども、もうやっぱり今の時代ね電気が通っていないところってね、そうそうないんですよね。僕も今回インド北東部なんかでもかなり山道でね僻地の方に行ったりしましたけれども、電気なんかバンバン通っているし電波もバンバン通ってるっていう風な形で、現状はこの電力難民になるっていうのはね考えられないかなという風な形で、この V マウントバッテリーっていうのもね結局使わなかったですね。であとやっぱりこういったバッテリー周りって特に飛行機にね持ち込むルールっていうのが最近ね厳格化されたっていうこともあって、日本なんかでもその辺かなり厳しくなっているそうなんですけれども、中国なんかでは独自の認証っていうのを受けていないこういったバッテリーっていうのはね飛行機の荷物に預けることはもちろんなんですけれども、機内に持ち込むことっていうのもできないんですね。なのでバッテリーに関してはもう現地調達ですね、もうこれが全然問題なくできるんで、僕がバックパック旅行を始めた90年代後半とか2000年代の初めっていうのはまだね地方に行くとね電力が怪しいところとかっていうのはたくさんあったし、であとね何よりもね部屋にねコンセントがついていない宿っていうのがね結構多かったんですよ。特にねタイなんかね、タイの安宿って今はそんなことはないんですけれども、昔のね安宿ってねほとんどね部屋にねコンセントってなかったんですよ。なんですけれど今はもう時代が全然進んでいるってこともあって、電力難民になることもねそうそうないだろうということで、こういった大容量のバッテリーっていうのもね重いしちょっといろんなリスクになるっていうこともあって、今回は使わなかったものの一つというふうな形です。で最後、この辺のね機材についてちょっと紹介したいんですけれども、これらねどういうものかっていうとマイク関連なんですね。音関連という風な形で僕はね写真撮ったり映像撮ったりするのも好きなんですけれども、同じようにこのフィールドレコーディングっていうね音を撮ったりするのもね趣味の一つとして、旅行中もそういったね旅の音っていうのを撮ろうと思って、こういった機材っていうのを持っていったわけなんですけれども、実際使ったものっていうのはねこれぐらいです。あとはねほとんど使いませんでした。特に個人的にはねこれもね僕がうまく使いこなせなかったっていう風な形なんですけれども、このねZoom の H5 スタジオっていうこれハンディレコーダーなんですね。ここに大きなマイクがついてるんですけれども、これはね個人的にはねめちゃくちゃ気に入っているガジェットなんですよ。これで撮る音ってね本当にクリアでいい音が取れるんですけれども、で同じようにこの旅にはねこの H2 エッセンシャルっていうね同じく Zoom っていう会社から出ているレコーダーっていうのを持っていったんですけれども、大きさ的に言うと全然違うんですよね。なのでやっぱりどうしてもね日常的に持ち歩くっていう風になると、これはね持ち歩かなくなってしまったんですよ。こっちを選んでしまう。いい音は取れるのはこっちなんですけれども、実際にはねこれはほとんど使わなくて、これもね三脚と同じタイミングでバンコクから日本に送り返したというふうな形なんですね。でこのね H5 スタジオに関連してこういったねマイク類ね、これ全部マイクなんですよ実は。これなんかもねコンタクトマイクっていう風な形でクリップでねいろんなところを止めるとそこの振動音が取れるっていう風なマイクであったりだとか、あとね水の中の振動音を取るハイドロフォンっていうねかなりねマニアックなマイクっていうのを持って行ってて、実は今回の旅当初は中国の東チベットっていうのを行って、その後東南アジアに行ってからインドに行くっていうのは大体のルートだったんですね。なので例えば東南アジアのねメコン川ねメコンですね、メコンの源流っていうのはチベットにあるんですよ。東チベットの方にあるんで、その辺のね川の音とかもね撮ってみようと思って、これどういうマイクかっていうとソナーですね。潜水艦なんかに使われるソナーの技術っていうのを使われている、水の中の振動音を取れるっていうそういったマイクなんですよね。なのでヒマラヤの雪解けの川の音であったり、メコン川の音であったり、あとはガンジス川の音とかね、
撮ってみようと思って持って行ったんですけれども、これもねやっぱりね使わなかったです。もうこれはね一回も使わなかったですね。持って行ったんですけれどもね、この H5 スタジオとは一緒になって使うようなモデルっていうこともあって、自然とこういったものも使わなくなって、三脚と一緒に送り返したというふうな形ですね。あと最近ね映像制作にはねもう必須というふうに思われているワイヤレスマイク、これもね一応ねこの DJI のワイヤレスマイクっていうのを持って行ってたんですけれども、使うところが全くなかったですね。個人的にはね旅の最中とかに同じようなね旅行者と会って了承を得られればね対談動画とかっていうのをね撮るような機会があるかなと思って持って行ったんですけれども、そもそも日本人のバックパッカーにほとんど合いませんでした。はい、このワイヤレスマイクっていうのもほとんど使わなかったですね。ほとんどカメラにね直付けするようなオンカメラのマイクで、やりくりしていたというふうな形で、ただし旅行中にね音をね全く取ってなかったというわけでもなくて、この Zoom のね H2 エッセンシャルっていうねこのお手軽マイク、これなんかは小さいんでカバンの中にね常に入っていたっていうこともあって、例えば電車であったりバスであったり、あと地下鉄なんかの音っていうのもこれでちょこちょこ取っていたというふうな形で、性能を重視するのは重要なんですけれども、やっぱりそれよりも小型軽量で常に持ち歩けて常にすぐに使えるっていうふうな、そういった機材の方が結局稼働率っていうのが多くなるということでね、値段的には全然こっちの方が高いんですけれども、実際よく使っていたのはこっちのモデルということで、この辺のものっていうのはほとんど使わなかったということです。はい、というわけでこの辺がね半年のバックパック旅行で、特に映像制作っていう面で、実際よく使ったものと使わなかったものというふうな形で、次回の動画でねちょっと引っ張ってしまいましたけれども、カメラね実際この旅に持っていったカメラの中で何をよく使って何をあまり使わなかったのかっていうのは次の動画で紹介できればいいかなというふうに思います。っていうのも僕は今回の旅にアクションカメラだけで4台5台ぐらい持っていて、その他にもジンバルカメラであったりコンデジであったりミラーレスカメラっていうのをね持って行ってて、もちろんねそれをね全部使うわけではないっていうのは初めから分かっていたんですけれども、その中でも使用頻度っていうのがどう変わってくるのかっていうのをね自分でも知りたいなというふうに思って、そういったたくさんのカメラを持っていって、自分的にはもうその結論っていうのが出たんでね、その辺をね次回の動画でご紹介できればいいかなというふうに思います。というわけでこんな感じでね当分は旅系のネタで引っ張ろうと思いますので、もし気に入っていただきましたらインドチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、面影でした。